はい、皆さん、こんにちは、ジローです。本日も僕のポッドキャストを聞きに来てくださり、ありがとうございます。本日もよろしくお願いします。はい、皆さん、お元気でしたか？僕はめちゃめちゃ元気です。僕はめちゃめちゃ元気なんだけど、花粉症が辛いです。詳しくはね、メンバーシップ限定動画を見てください。そして、花粉症については前回の、ポッドキャストで、語ったので、そちらを見てください。もうこの季節は本当に辛いね、花粉が。だけど、まあ悪いことばかりじゃないんだなっていうことを、最近気づいたんだよね。この季節は悪いことだけではない。なぜかというと、プロ野球のシーズンが始まるからですね。そうだよね、みんな。最高の季節が今からやってくるんだよね。僕はね、最近ずっと思ってたことがあったんだよね。僕のこの毎日の生活、何かが物足りない。いや、何かが物足りないな、それってなんだろうなって思ってたんだけど、それがね、野球だったんじゃないかなって思ってね。今さ、季節的にも、冬が終わって、これから春という季節が、始まろうとしてるよね。で、僕は冬ね、ずっと何かが物足りないなって思ってて、で、僕ってさ、もともと映画とかドラマとか、見るタイプじゃないんだよね。だから、暇になった時に、何をすればいいのかなってわからなくなることが多かったんだよ、この冬。そう、暇を持て余すことが多かったんだよね。あれ僕ってこんなに暇を持て余す人だったっけみたいな感じで思うことが多くあったんだよ。で、そんな僕に何が足りなかったのかというとですね、野球だね。野球が僕には足りてなかった。全く。日本のプロ野球って、毎年4月から10月までがシーズンで、もう試合をずっとやってるんだよ。で、海外の、アメリカのメジャーリーグとかも、多分同じような時期に、シーズンが行われてると思うんだけど、野球のシーズン中はね、僕はね、基本的に、ほぼ毎日野球の情報を追ってたね。もちろんね、時間があったら、プロ野球中継をネット経由で見てたよね。それに加えて、そういう、試合を見るときってさ、画面をずっと凝視してないといけないじゃん。で、例えばさ、仕事をしなきゃいけなかったりとか、家事をしなきゃいけなかったりとか、そういう時ってさ、画面を見続けることって、ちょっと難しいでしょ？だから、画面が見えない、画面を見ることができない時は、ラジオで、野球の試合の実況中継を聞いてた。だから、どういう状況であったとしても、野球のね、情報っていうのは常に得てたんだよ。テレビも見ることができなくて、ラジオも聞くことができないときは、日本にはね、プロ野球の速報アプリっていうのがあって、今のスコアがどのくらいで、今どの選手が試合に出ててとか、そういうのがわかるアプリがあるんだよね。今がチャンス
とかチャンスじゃないとか、そういう情報もわかるアプリがあって、そのアプリを開いてね、常に、試合の最新情報っていうのを見てたんだよね。うん。で、生中継を見ることができなくてもね、試合のハイライト映像を、見たりとかしてたし、あとはね、選手の成績を調べるのも面白かったな。うん。ただ、野球のシーズンが終わった10月以降はね、そういう時間さえもなくなったよね。うん。とにかく、プロ野球に関する情報が少なくなるんだよ。プロ野球のシーズンが終わっちゃうと。うん。選手たちもね、もう一年中働くわけにはいかないから、そのオフシーズンっていうのは選手たちは体を休めたり、リラックスしたりする期間なんだけど、その期間に入っちゃうとね、僕みたいなプロ野球ファンにとっては、ちょっと寂しいんだよね。情報が全く出てこないからね。そういう、オフシーズンの時期って、どういう情報でプロ野球ファンが楽しむかっていうと、移籍情報とか、あとは、給料がどのくらい上がったとか、そういう情報しかないんだよね。うん。あとは、来年、どういう風にプロ野球のルールが変わるかとか、うん。10月以降だよね。だから11月から、特に1月だよね。その期間ってね、もうプロ野球の情報が全然ないんだよ。うん。だから楽しくない。うん。だけどね、そんな時期が終わろうとしているということで、もうめっちゃ楽しみ。めちゃめちゃ楽しみ。うん。僕にとってめちゃめちゃ面白いエンタメコンテンツでもある、このプロ野球が今年も始まろうとしています。うん。またあの面白い季節がやってきたかって思ってる。プロ野球選手は、この3月はね、オープン戦期間を過ごしてるんだよね。うん。オープン戦っていうのはね、公式戦ではないんだよね。うん。体のコンディションを調整しながら、試合に出る期間なんだよね。で、だけどね、このオープン戦の期間も、その野球場でね、実際に試合を見ることができるし、あとはテレビ中継も行われたりするんだよね。だからこのオープン戦の期間も、十分に野球が楽しめる。うん。で、そのオープン戦の期間が終わったら、公式戦の期間ということで、うん。選手が本気になって戦う期間だね。だから、オープン戦期間、この3月の1ヶ月っていうのは、選手たちは、本気で戦ってなかったりもするんだよね。ただ、公式戦になるとね、やっぱりその成績が、ダイレクトに、選手の、給料に関わってくるので、選手たちは本気で試合をするようになるんだよね。うん、本気の戦いって見てて楽しいんだよね。うん、で、今年は、3月の27日がプロ野球の開幕戦らしいんだよね。うん。だからね、その時期まで、3月27日まで、待てない、正直。だけど、この期間はね、1月とか2月とかよりはマシだな。プロ野球のオープン戦があるからね、試合を楽しむことは、できるからね。うん、で、僕はね、今約10分にわたって、プロ野球のシーズンが始まるのが楽しみだっていうことをみんなに語ってきたんだけど、正直みんなはさ、野球に興味ないでしょ。だって野球が好きなのって世界であまりいないよね。野球が好きな人ってあまりいないよね。世界で一番人気のスポーツってサッカー？バスケットボール？どれなんだろうね。
まあわからないけど、プロ野球、いや、野球が世界で一番人気のスポーツということではないということは分かってる。ただ、日本では超人気スポーツなんだよね。というか、そもそもみんな、野球のルール知らない人多いんじゃないかな。知ってるみんな、野球のルール。意外とね、複雑なんだよね。うん、結構覚えるの難しいスポーツ。ルールを覚えるの難しいスポーツ。それが野球なんだよね。うん。まあ、どうやったら点が入るのかというのもすごいわかりにくいよね。まあ、サッカーだったら、いろいろ細かいルールはあるけど、まあ、大まかに言うと、ゴールにボールを入れればいいんだよね。うん。でも、野球を初めて見た人って、どうなったら得点が入るのかってわからないと思う。まあ、それくらい、まあ、難しいルールのスポーツが野球だよね。まあ、だからね、まあ、ルールが難しいのも、野球がそこまで世界的に人気ではない理由なのかなって思うんだけど、まあ、あとはね、道具をたくさん必要とするんだよね。うん。まあ、サッカーって一応さ、ボールが一つあればいいじゃん。試合に。だけど、まあ、野球ってさ、グローブが必要だし、ボールが必要だし、バットが必要だし、あとは場合によってはヘルメットとかも必要だし、うん。いろんな道具が必要。だからね、結構お金かかるらしいんだよね。野球をやるためには。うん。だから昔から、まあ、子供の頃から野球をやってる人って、その親御さんがたくさんお金を使っているんだよね。うん。そう。だからね、まあ、プレイするのにお金がかかるっていうのも野球が世界的には人気じゃない理由だと思うんだよね。うん。で、僕は何回も言っているように野球を見るのが大好き。で、僕は野球をやることはないんだよね。まあ、バッティングセンターに行くのとか結構好き。あとは、まあ、グローブとボールを使って、友達とキャッチボールをやるのも好き。まあ、野球やるの好きだけど、まあ、全然やってないね。最後にいつ、野球を友達と一緒にやったのか全く覚えてないんだけどさ。そう。まあ、あとは昔ね、僕は、プロ野球、野球チームに入ろうとして入れなかったっていう、そういう過去もあるんだけど。まあ、その話は一旦、聞かなかったことにしてください。うん、ちょっと、いろんなことを話しすぎると、このポッドキャスト、とてつもなく長い時間かかってしまうので、とりあえず、まあ、次の話題について話すとするとさ。とにかく、じゃあ、野球のルールは、まあ結構難しいから、このポッドキャストではお伝えしきれません。うん。それこそとんでもない時間、このポッドキャストで使ってしまうことになるので、野球のルールが気になる人がいたら、ぜひ、ネットで調べてみてね。うん。ジローがこんなにハマるスポーツどんなルールなんだろうって気になる人いるでしょう。うん。そういう人は、ネットでルール調べて。うん。で、多分ね、実際に野球の試合を見るのが一番ルール理解には役立つと思うんだよな。うん。だから日本語学習と一緒だね。うん。実践が大事。うん。で、僕はね、日本のプロ野球の何に魅力を感じているんだろうって考えてみたんだよね。うん。まあ、その結果、僕が行き着いた結論はですね、僕がプロ野球に感じている魅力、それって野球だけにあるものじゃないなって思ったわけよ。まあ、日本って、まあ、たまたま野球がね、超人気スポーツなんだよね。だから僕がたまたま野球を
見ているだけなんじゃないかなって思うことがあってさ。まあ昔はね、本当にテレビをつけたら、試合中継が本当に毎日のように放送されてたんだよね。だから、その影響で野球の試合を見ることが本当に多かった。うん。野球ってね、他のスポーツと比べて、試合の頻度が高いんだよ。うん。日本のプロ野球はね、シーズン中は、普通なら毎週月曜日がお休みで、それ以外の日は毎日、ほぼ毎日試合をやってるんだよね。マジで疲れそうだよね。いや、本当に選手の方々は本当に大変な毎日を送ってるんじゃないかなって思うんだけど、そう。だから、ほぼ毎日野球の試合って行われてるわけ。うん。だから、テレビをつけたら毎日、テレビ中継がやってる。その野球の試合のね。だから、例えばね、その小学生の頃、僕が小学生の頃、野球の試合じゃなくて、毎日、サッカーの試合がテレビで放送されてたとしたら、僕はサッカーを好きになってたと思うんだよ。うん。ただ、たまたまその時に毎日放送されてたのが野球だったから、僕は野球を好きになったんですよ。で、これはね、人間なら誰にでも当てはまることだと思うんだけど、子供の頃に好きになったものってずっと好きじゃん。うん。子供の頃に好きになった歌手の曲って大人になっても聴くじゃん。それと同じで子供の頃野球に興味を持ったから今でも野球が大好きなんだよね。うん。ただね、子供の頃に感じてなかった魅力っていうのを大人になってから感じてるなって思うんだよね。子供の頃、野球の何に魅力を感じてたかというとね、わかりやすいその選手のプレーだよね。うん。ホームランをたくさん打つ選手、ヒットをたくさん打つ選手とか、相手チームに得点をさせない、完璧な投球をするピッチャー。そういう選手が、本当にかっこいいなーっていう風に思ってたんだけど、うん。そしてね、日本のプロ野球には、みんな何球団あると思う？うん。日本のプロ野球にはね、12球団あるんだけど、もちろんね、ほとんどのプロ野球ファンが多分自分のお気に入りのチームを決めてると思うんだよね。うん。で、やっぱり自分のお気に入りのチームが試合に勝つとね、嬉しい気持ちになるんだよね。で、それは子供の頃も今も全く変わらない。うん。で、今でもね、そういう、選手のプレーとか、勝敗とか、そういうことをね、楽しんでるんだけど、うん。それ以外にもね、プロ野球に魅力を感じるポイントってあるんですよ。で、これはね、僕が大人になってから感じることができるようになった魅力だね。うん。それが何かというとですね、野球選手って、人生をかけて野球をしてるじゃん。それに対して、かっこいいなーって思うようになったんだよ。大人になってから。野球選手ってさ、成績が年俸にダイレクトに直結するじゃん。うん。で、例えばさ、その年、例えば、2025年にあまり活躍ができなかったら、2026年のシーズンの給料が大幅に下がるかもしれないよね。うん。他には、いい契約を勝ち取ることが
できなくなったりするよね。うん。だから、まあ自分が出した結果がダイレクトに、成績に直結することになると思うんだけど、まあこれって、まあ他の仕事でも同じだよっていう人、まあこのポッドキャストを聞いている人の中にはいると思うんだけど、うん、プロ野球のこの、まあ、年俸の制度って、まあ日本の会社で正社員として働く人にとってはね、まあちょっと異質なんだよね。うん。日本ではね、まあ基本的に会社と労働者の関係性で言うと、労働者の方が強いんだよ。うん。だから、まあ給料が下がりにくい。日本の会社員っていうのは。で、あとはね、会社に辞めさせられたりすることってあまりないんだよ。うん。ただ、まあそれと違って、プロ野球選手は成績が、ダイレクトに給料に直結するんだよね。で、例えば、怪我をしてしまったりしてね、例えば1年間試合に出ることができませんという状況になったら、精神的にも本当にきついと思うんだよ。うん。まあ、プロ野球選手の場合ね、自分の商売道具が自分の体だから、自分の体が使えなくなったら、仕事ができないということになってしまうんだよ。うん。で、そういうプレッシャーがものすごくかかる状態、その極限状態の中で戦っている選手、かっこいいなって思うようになったね。うん、子供の頃はね、年俸とか見てもよくわからないんだよね。うん、まあだからこそ、まあ子供の頃はね、まあ、チームの主力選手ばっかり応援してた。正直ね。うん。だけど今では、まあ、そこまで活躍していない選手のことも、まあ、たくさん応援するようになりました。うん。だから子供の頃と比べて僕はね、野球の隅々まで情報を見るようになったなって思う。まあ人って成長すると価値観変わるからね。うん。子供の頃はね、まあどんな商品にどのくらいの値段がついてるかとかわからなかったからね。うん。プロ野球選手の給料を見ても多いとか少ないとか全くわからなかったしね。うん、僕がね、確か小学生ぐらいの頃かな。うん、その頃はね、家は300円くえんくらいで買えると思ってたからね。うん。多分、300とか400とか、そのくらいの値より上の値を知らなかったんだと思うわ。まあ、さすがに小学生の頃じゃないか。まあ、もっと小さい頃かな。うん。で、3月はね、まあ、先ほども言った通り、オープン戦という試合の期間なので、まあ、試合が行われていて、3月27日に今年は、プロ野球の開幕戦が行われるんだけど、それより前に楽しいことが起きますよね。楽しいイベントがあるよね。それが何かと言いますとね、WBC です。はい。WBC 皆さん知ってます？3月5日くらいに初戦があるのかな。まあ野球の中ではね、すごいビッグイベントですよ。うん。サッカーでいうワールドカップが野球の WBC ですね。うん。だから国対抗の野球の大会なんだよ。うん。今まで全部で5回開催されました。うん。で、その5回開催された WBC のうち、日本はなんと3回も優勝してます。そう、だから、日本って野球強いんだよ。うん。日本はね、世界ランク1位です。
うん。で、2006年と2009年と2023年に日本は優勝してる。うん。だから前回大会の2023年の WBC は、日本はね、14年ぶりに優勝したんだよね。うん。で、今回の大会で、もしかしたら2連覇することができるかもしれないから、日本の国民の期待が高まってるんだよね。いやー、WBC がある年はいいね。プロ野球のシーズンが始まる前に野球を楽しむことができるから、ラッキーだなって思うね、今年は。うん。で、日本は、まあ、世界ランク1位なんだけど、世界全体で見ると、まあ、どのリーグが最高峰かというと、アメリカの、メジャーリーグなんだよね。うん。日本の選手でね、メジャーリーグで活躍している選手もたくさんいる。うん。まあこれはね、構造的な問題なんだけど、日本のプロ野球で、球団に所属して野球をするよりも、アメリカのメジャーリーグに行って野球をする方が比較的年俸が高いんだよね。うん。だから、仕事として、たくさん儲けようと思ったら、やっぱり、メジャーリーグに行った方がいい。うん。で、もちろんね、今回の日本代表チーム、うん、日本のプロ野球界からもたくさん選出されてます。うん。で、まあ、日本のチーム、本当にね、すごい人たくさん集まってるんだけど、まあ、他の国もね、かなり強いらしくて、うん。日本の2連覇って結構難しいんじゃないかなとか言われてる。で、まあ日本もちろん強いんだけど、これまで日本が何回も優勝できてるのって、他の国のチームの、でね、主力選手があまり参加できてないっていうこともあるんだよね。やっぱり、え野球選手ってね、まあ、仕事として野球をやってるから、基本的に、所属している球団の指示に従わなきゃいけないんだよね。うん。まあ、国を代表して、試合に出ることも大切なんだけど、まあ、契約している、チームとの関係があるから、例えば、国際大会に出場したせいで、怪我をしたり、あとはコンディションが悪くなったりすると、その所属球団としたら結構困っちゃうわけ。だから、国際大会に選手が出ることを許さないっていう、そういう状態があったりだとか、あとは、本人が国際大会には出たくないって思うこともあったらしいんだよ。うん。ただね、この WBC という戦い、WBC というこの大会、年々その規模が大きくなってきていて、今年はね、もう各国本当に強い選手が出場してくるんだよ。うん。だから日本の優勝が危うくなってきてるんじゃないかと言われております。はい。で日本代表のチームはね、今は日本のプロ野球チームと練習試合とかをして、調整をしている段階だね。で、日本の初戦が確か3月6日だったかな。うん。最初の方はね、日本で、試合をしてるんだけど、順調に日本で、勝ち上がるとね、アメリカでの試合に参加することになるらしいね。うん。まあ野球はね、まあアメリカ発祥のスポーツだから、決勝大会とかはね、アメリカで行われるらしいです。はい。楽しみだね。まあ楽しみなんだけど、この楽しみ加減をみんなとね、共有できてないのが悔しいわ。だって野球好きな人あんまりいないでしょ。このポッドキャストを聞いている人の中に。うん。で、今年の WBC の大会、まあ、試合を見るの、とても楽しみ
なんだけど、日本で物議を醸したことがあるんですよ。今年の WBC の大会についてね。それが何かと言いますと、テレビで試合を見ることができないということなんだよね。今までの WBC の試合、2023年大会まではね、基本的に、日本のチームの試合っていうのは、テレビで無料で見ることができた。ただ今年の2026年の WBC は、日本ではネットフリックスの独占生配信になりました。ということで、ネットフリックスの会員じゃないと試合を見れないんだよね。そう。それがちょっと悲しいというか、日本国内で様々な意見が出てるよね。WBC という大会を開催するためにはね、やっぱりお金をたくさん儲けることが大事だよね。で、お金をたくさん出してくれる企業に対して、やっぱり、大会としてもたくさん、放映権を、付与したい。で、ネットフリックスみたいなね、すごい巨大な企業はお金たくさん持ってますから。日本のテレビ局とかはね、その戦いに勝てなかったんじゃないかなって思うけどね、どうなんだろうね。僕はその裏側までわからないんだけど、ネットフリックスの会員じゃないと、試合は見れないらしいんだよね。で、僕は今、ネットフリックスの会員ではないので試合を見ようと思ったらね、ネットフリックスの会員になるしかないよね。で、いろいろ言われてるんだけど、これはどうなんだろう。日本以外の国でも同じような傾向があるかもしれないんだけど、お年寄りの方っていうのはね、そのネットフリックスに加入したりすることができないわけ。スマホとかパソコンの操作が苦手な人が多い。うん。で、日本でね、前回大会の WBC があれだけ盛り上がったのって、老若男女問わず、日本人の本当にたくさんの人が試合を見たからだと思うんだよね。で、日本は、超高齢化社会ですから、老人が多いのに、その老人が野球の試合を見れなくなるということで、前回大会と同様に盛り上がるのかな、日本国内では、という心配があるんですけれども。だから、お年寄りは見れないよね、WBC は。だからね、そういうふうに、残念だなっていうふうに思う人が多いんだよね。僕個人はね、多分ネットフリックスに加入するんじゃないかなって思ってるね。ネットフリックスを試してみるいい機会だなって思ってね。さっきも言ったけどさ、僕はドラマも見ないし、映画も見ないからさ、何か新しい趣味とか作らなきゃいけないなとかそういう風に思うこともあるから、まんまとネットフリックスの術中にはまってるんだけどね。僕みたいな、これまでネットフリックスとは無縁だった人々を多分、獲得するために、今回、WBC の放送を決めたと思うんだけど、ネットフリックスは。僕はそのターゲットの一人なんだけどさ。まんまとネットフリックスの術中にはまって、ネットフリックスに加入しようかなと思ってるところなんだよね。これみんなどう思う？特に日本のお年寄りの方はね、本当に、テレビで試合が見れないっていうことが残念だなって思ってる人多いと思うんだけど、
まあ選手も同じように思ってるのかな。やっぱりさあ、自分が試合に出るからには、たくさんの人に見てほしいと思うんだよね。違うのかな。結構緊張しちゃう選手にとっては、あまり見てほしくないのかな。わからないんだけど。でもやっぱりね、大会の規模を大きくしていくためには、うん、まあ、たくさん儲けが出る仕組みにしないといけないからね、まあしょうがないのかなとは思うけどね。うん、まあ、日本のお年寄りの方々には、ネットフリックスに加入する方法をね、学んでもらって、えー試合を見てもらおうか。で、ネットフリックスの料金表をね、最近僕はチェックしたんだよね。WBC の試合を見るんだったら、ネットフリックスに加入しなきゃなと思ったんだけど、なんか想像以上に安かったから、まあこれくらいの料金だったら、うん、ネットフリックス加入してもいいかなって、今のところは思ってるところだね。まあただ、まあ野球以外のコンテンツは見ないかな。ネットフリックスで、プロ野球のレギュラーシーズンをね、放送してくれるようになったらいいなって思うんだけど、そんなことが起きるのかな。でもね、未来では何が起こるかわかりませんからね。だって、2023年大会が行われた時はさ、まさか次回の大会がネットフリックスの独占生配信になるなんて思ってもいなかったからね。うん。いや、本当に予測できないことばかりですよ。うん。ということで、今年は3月からプロ野球を存分に楽しむことができるんだけど、問題は、プロ野球のシーズンが終わった時だよね。だから、野球のオフシーズン、僕は何かをしないといけないなと思ったわけ。この11月から2月、結構暇だった僕。結構暇だったんだよね。うん。その時期に何か趣味を見つけたりとか、自分の興味があることを見つけなきゃいけないなと思ってるんだけど、みんなさ、何すればいいと思う？うん。野球のオフシーズンに何か見たいなって思ってるわけ。うん。で、冬って寒いから家の外にもあまり出られないでしょ？家の中で何か楽しめるもの。まあゲームとかもいいんだけど、僕はね、やっぱりプロ野球にここまで熱中することができてるから、スポーツだったら興味を持つことができるんじゃないかなって、そういう風に考えてるわけ。で、まあ、たくさんスポーツあるじゃん。うん、みんなは何のスポーツが好きなの？まあ、僕が一番好きなのは、さっきも言った通り野球だよね。でもいろいろあるよね。サッカーでしょ？バスケットボールでしょ？バレーボールでしょ？スポーツってたくさんあるんだけど、まあ、調べた結果、プロ野球のオフシーズンにやっているスポーツはね、ヨーロッパサッカーっぽいんだよね。まあヨーロッパで結構有名なサッカーリーグってたくさんあるじゃん。ちょうどヨーロッパでサッカーが行われている時期って、プロ野球のオフシーズンなわけ。だから、ヨーロッパサッカーに熱中することができれば、僕は1年間何かしらのスポーツを楽しむことができるんだよ。結構いいアイディアじゃない？うん、我ながら結構いいアイディアだなって思うんだけど、まあ、実際にね、ヨーロッパリーグって結構日本人の間でも人気で、僕の友達でもね、日本で、ネットで試合を見ている人本当にたくさんいるんだよ。まあ、ただ、試合時間がね、ちょっと悪いんだけどね、時差があるから、だから日本の
えー深夜にヨーロッパでサッカーの試合が行われたりするから、ちょっとね、時間があまり良くないんだけど、まあ結構友達の中でもヨーロッパサッカーハマっている人もいるから、僕もハマることができるんじゃないかなってそういう風に思ってる。うん。だって僕はね、小学校2年生くらいまで、サッカーチームに入りたいと思ってたからね。うん、結局入らなかったんだけどね。うん、サッカーは嫌いではない。うん。僕はね、あと、稲妻イレブンっていうサッカーアニメを昔は見てたから、サッカーのルール自体は知ってるんだよね。うん。で、僕はね、サッカーの試合を見るのは、まあ4年に1回だけだね。うん。ワールドカップだね。うん。日本代表の試合を見る。うん。だけど、それ以外のサッカーの試合って、本当に見ない。うん。でも、次やってくる冬はね、何かしらに興味を持っておきたい。うん。何かに熱中していたい。で、なんと、今年の6月は、ワールドカップが開催されるらしいね、サッカー。僕にとっては本当にチャンスだよ。もうサッカーについて、詳しく知ることができるチャンスだと思ってる。うん。日本代表の試合ばかり見てたんだけど、まあ日本代表以外の試合を見てもいいし、まあ日本代表の対戦相手のチームの情報を集めたりとかしたらさ、海外のサッカー事情に詳しくなるんじゃないかなって思ってるんだよね。だからね、まあ、今回のワールドカップをうまく活用することができれば、まあ、いいかなというふうに思ってる。うん、サッカーね、なんと今はね、確か日本代表が結構強いっぽいんだよね。うん。だから、まあ日本代表もね、結構、他の国の、まあ強豪国と対戦していい勝負をするんじゃないかなって思うし、なんかね、サッカーって常に緊張感を持ちながら試合を見ることができるんだよね。これが野球との違いかもしれない。うん。日本のプロ野球、まあ、日本のプロ野球に限った話じゃないんだけど、野球ってね、つまらない時間帯があるんだよね。うん、本当につまらない時間帯がある。あの野球で、チャンスの時間帯って限られてる。うん。あの今がチャンスだとか、今がチャンスじゃないとかって結構わかりやすくて、サッカーの場合ってさ、急にチャンスが来るじゃん。そのチャンスが来るタイミングが予測不可能じゃん。まあ、それが結構面白いなと思ってる。だからサッカーにハマることができればいいんだけどな。逆に、日本でもサッカーが人気なのに、なんで今サッカーにハマってないのかって考えると、まあ、ただ単に試合を見てないからなんだよな。だから、試合を見るようになれば、ハマるんじゃないかなと思ってる。で、まあ、僕の友達もね、まあ、海外サッカーを見始めてるきっかけがあると思うんだよ。海外サッカーって基本的にテレビで放送されないからね。だから、それこそ、ネットサービスを契約して、試合を見るっていうのが、まあ、定番の海外サッカーの楽しみ方だと思うんだけど、自分から見に行かなきゃいけないよね。うん。まあ、僕が野球に子供の頃、野球が好きになったのって、テレビをつけたら気づいたら野球の試合がやっていたからだよね。だけど、まあこれからね、
サッカーについて詳しくなろうと思ったら、自分からその情報を取りに行かなきゃいけないかなって思ってる。やっぱり最初は、うん、自分のお気に入りのチームを一つ決めることかな。うん。幸いなことに、海外で、特にヨーロッパで活躍している、日本の選手って結構多いんだよね。だから、そうだ。いい作戦を思いついた。一人日本人の選手でお気に入りの選手を決めて、その選手を応援するっていう風にすればいいんじゃないかな。うん。そうすれば、その選手が所属しているチーム、の情報についてたくさん得ることができるし、そのチームが好きになるじゃん。うん。で、そのチームについて詳しくなったら、その対戦相手にも詳しくなって、リーグ全体について詳しくなれると思うんだよ。できるかな。でもさ、サッカーってチーム多くない？日本のプロ野球って結構いいなっていうポイントが、チーム数が少ないことなんだよね。うん。12球団しかいない。で、その12球団も2つのリーグに分かれてる。うん。だから6チームと6チームに分かれてるから、基本的に、6チームの情報が分かってれば、リーグ全体を知ることができる。で、日本一を決めるときに、その各リーグの優勝者が戦うから、その時に、普段見ない方のリーグの、情報には触れることにはなるんだけど、基本的に片方のリーグだけ、把握してれば OK。うん。だから、それもプロ野球のいいところなんだよね。チーム数が少ない。うん。そうだね。だから、まず一人、お気に入りの選手を見つけることが大事かな。プロ野球ファンもね、新しい新規のプロ野球ファンを獲得しようと思うときに、やることって、一つお気に入りのチームを決めなよっていうことなんだよね。うん、で、一番、単純な、お気に入りのチームの決め方っていうのは、その土地の、チームを好きになるということだよね。地域によってというか、各球団、その球団ごとに本拠地を構えている場所ってバラバラだからさ。うん。もちろん日本には、北海道にチームがあるし、九州にもチームがあるから、本当に日本の各地に、プロ野球球団の、本拠地っていうのはあるんだけど、例えば、東京に住んでたら、読売ジャイアンツか、東京ヤクルトスワローズのファンになるのが一番いいかなって思う。理由としては、そのチームの試合がテレビで放送されやすい。うん。あとは本拠地が近いから、試合を見に行くのが楽だよね。うん。ただね、さっきも言ったみたいに、12球団しかないから、場所によっては、野球チームがないところもあるんだよね。日本で言うと、四国にプロ野球チームがない。あと、沖縄にもプロ野球チームがない。ということで多分だけど、そこら辺に住んでる人たちってプロ野球ファンあまりいないんじゃないかなって思う。うん。で、沖縄に住んでてプロ野球好きだとちょっと寂しいよね。一番近い球場に行こうと思ってもさ、九州の福岡県の博多っていうところに行かなきゃいけないからね。ただ、沖縄で、春季キャンプっていうのをやることが多くてね、プロ野球のチームっていうのは。今3月だけど、2月はね、沖縄で、練習を行っているチームっていうのがたくさんあった。だからその時に、選手と実際に交流できるのかなっていうふうに思うね。
で、僕はね、もうプロ野球大好きだっていうことを、これだけ話してきたけど、ちょっとね、やってみたいなって思うことがある。今まで、やってきてないことがあってさ、僕ね、プロ野球大好きで、特定の自分が大好きな球団があるんだけど、ずっと一人で楽しんでるわけよ。だって一人で試合見るの楽しいからね。うん。あの、世の中にはさ、スポーツバーとかってあるじゃん。ああいう場所って、その、例えば特定のチームが好きな人が集まって試合を見たりするじゃん。それこそ、お酒を飲んだりとか、ご飯を食べたりしながら試合を楽しむでしょ。あれめっちゃ楽しそうだなって思ってるんだよね。あれ楽しそうじゃない？うん。ただ、サッカーとかと比べるとね、野球で、その文化って、あまりないっぽいんだよね。一時期ね、僕本当に、スポーツバーに行って、野球の試合とか見たいなと思って、いろいろ調べたんだけど、全然ないんだよね。そういう場所って。なんでだろうね。あ多分だけど、サッカーとか、ラグビーとかってさ、あとアメフトもかな、スポーツバーで試合を見るっていう文化、日本でもあると思うんだけど、日本で野球を誰かと一緒に見るときって、居酒屋とかのパターンが多いんだよね。うん。多分だけど、それが影響してるかもしれない。日本で、居酒屋に行くとね、プロ野球中継が店内で流れていることっていうのが結構多いんだよ。うん。そうだ、だから居酒屋に行けばいいのか。うん、プロ野球好きの友達と一緒に居酒屋に行けば、多分だけど、特定のプロ野球チームが好きで、試合を生放送で見ている人がいると思うんだよね。ただね、友達と一緒に行かなきゃいけないね。居酒屋に一人で行く人ってあまりいないからね。うん、そうだね。だから、僕がね、なんで一人で楽しんでるかというと、僕が応援しているチームを応援している友達っていうのがあまりいなくてさ。うん。だからチーム選びって大事だと思う。チーム選びは大事。うん。東京で新しく、新しくプロ野球に熱中したいなとか思ってるんだったら、読売ジャイアンツファンになれば間違いはないよね。うん。ジャイアンツファンたくさんいるから、東京に。うん。そう。だから、友達が好きなチームを好きになるっていうのは結構いいかもしれないね。うん。うん。それがプロ野球にハマるためには、やるべきことかなと思うんだけど、そういう風に考えると、僕も、ヨーロッパサッカーを見るためには、まず、友達が何のチームが好きかっていうのを聞こうかな。それがいいかもしれない。そうしよう。うん。前ね、友達に会ったタイミングで、サッカーが好きな友達に会った時に、ヨーロッパのサッカーで、どのリーグの試合を見てるっていうことは聞いたんだよね。うん。そう。それは聞いたんだけど、どのチームの誰のファンなのっていうのを聞き忘れたわ。それを聞けばよかった。うん。次回はね、それを聞こうと思う。あとは、どうやって試合を見てるのかっていうことだよね。日本では深夜の時間にヨーロッパの試合っていうのは行われることは多いからね。だからさ、
どっちがいいんだろうね。そのハイライト映像とかを見てから試合を見るのか、それとも、最終的な、ちょっと待って。今何を言ってるかっていうと、ヨーロッパサッカーって基本的に日本人が寝ている時間に試合が行われるっていう話したじゃん。だから、例えばだけど、朝起きてからその試合の情報を日本人は基本的に得るわけじゃん。その時に、試合結果を見てしまうのがいいのか、試合結果を見ずにサッカーの試合を楽しむのがいいのか、これどっちがいいと思う？でもさ、試合の結果を見ないって結構難しくない？この現代社会において結構難しそうだよね。なんかさ、YouTube とかアプリ開いたらさ、ハイライト動画がスコアと一緒に表示されてしまいそうだよね。うん、だから、どうすればいいんだろう。だから難しいな。僕もね、あのプロ野球の試合が生放送で見れなかった時は、結果だけ確認するんだけど、ただ生放送というか、試合を一から見るということはしないね。うん。でも今思い出したのはさ、僕が高校生の頃かな、NBA にすごい熱中している友達がいたんだよね。うん。で、NBA の試合って、いつやってんのかな。日本でいう日中にやってるのかな。NBA の試合結果を家に帰るまで絶対に見たくないっていう友達がいて、その人がね、毎回友達に試合結果をばらされてて、かわいそうだなって思ったことはあるんだけど、だから、人によるっていうことかな。うん。一から試合を見ようと思ったらさ、やっぱり試合結果を見ないで楽しむ方が絶対に楽しいじゃん。うん。試合結果が分かった状態で見る長時間の試合って、やっぱり楽しくないよね。うん。うん、だから、どうしよっかな、ヨーロッパサッカーは。でも、試合を全部見ないと、どの選手がどのくらい活躍してるとか、どの選手がどういうプレーをするのかって、わからないと思う。うん。これどうすればいい？うん。一番参考になるのは、日本に住んでいるヨーロッパサッカーのファンだよね。その人たちに、普段どういう風に試合結果を、えー見て楽しんでますかって聞くことが一番かな。うん。なんか、最近はね、そのスポーツの試合が長すぎて、時間を短縮するみたいな議論も、各スポーツで行われてるからね。バスケットボールも、えー試合時間を短くするために、いろんなルール改定があったし、野球もね、ピッチクロックっていうルールが採用されて、投手が球を投げるのには、何秒以内にしてくださいみたいな、そういう決まりができたりとかね。あとは、日本の高校野球ではね、今ではね、野球の試合っていうのは基本的に、9回まで行われる。だから、9回の攻撃と9回の防御っていうのが野球の試合の普通だったし、か今もそれなんだけど、今もそのルールなんだけど、最近はね、高校生の野球は7回までにしましょうとか、そういう風に、試合時間の短縮っていうのが図られてきてるからね。現代人は長いコンテンツを楽しむのって難しい人多いからね。本当に TikTok とかさ、
短い動画に慣れちゃってるじゃん。現代人って。だから僕もそれが理由で映画が見れないんだけど、まあそういうこともあり、日本ではないや。まあ世界的にスポーツの時間短縮が行われているということなんですけれども。まあ一番大事なのは自分が好きなスポーツを見つけて、それを楽しんで人生を豊かにしていくことではないかなと思います。ということで、僕は頑張って今年は海外サッカーにハマれるように。いや、海外サッカーだけじゃなくてもいい。何かスポーツにハマれるように頑張るから。まあなんかおすすめのスポーツがあったら教えてね。僕が興味を持つかもしれないので。はい。ということで、今回は、ずっと野球とサッカーの話をしてましたけれども、楽しんでいただけましたでしょうか？はい。次回のポッドキャストも楽しみにしていてください。それでは、これで終わりにします。バイバーイ。